皆さんこんにちは、柳千佳です。一人キルト合宿3日目です。一人キルト合宿とは何ぞやという方にご説明しますと、ゴールデンウィーク期間中に好きなだけキルトする、作りたいものを作る、そんな一人時間を自分の中で一人キルト合宿と呼んでいます。次はクッションカバー作りたいなと思いつつも、どんなデザインにするかまだ決めきれない。でもゴールデンウィークは今日を入れたあと2日で、そんなに凝ったものはできないと思うので、やっぱり四角つなぎがいいのかなと考え中です。どうするか迷っていても何も進まないので、とりあえず手を動かそうということでキルティングします。このキルトは2021年にトップが完成してからずっと放置していたもの。四角を組み合わせて作るハートのキルト、おばのキルトを真似して作り始めました。私自身多趣味な方だけど、私のおばもかなりの多趣味で、織物染め物金継ぎ教室に通い、なんとキルトも作っているという。そんなおばがある時見せてくれたのが、作りかけのハートのパターンのキルトトップでした。おばが言うには、孫、つまり私のいとこの子供の誕生を祝うベビーキルトとして作り始めたものの、毎日忙しくしている間にその子が生まれ、どんどん大きくなり、小学生になって、そして今更あげてもと思うと余計に手が伸びずに放置ということらしい。私も作りかけで放置しているキルトブロック、キルトトップ、もう数えるのも面倒なくらい大量にあるので、あんまり人のことをとやかく言えないんですけど、でもやっぱりそのおばの作りかけのキルトトップを見た時に、こんな大切なもの完成させないなんて選択肢あるのと思って、私も同じパターンでキルト作るから一緒に頑張ろうと言って、まねっこで私もハートのキルトを作り始めました。なんとかおばのキルト制作を後押しできないかっていう気持ちがその時は強かったです。でも私もトップが完成してから、実はその後すぐに放置してしまったんですね。おばと2人でもう一回頑張ろうと言ったあの日を忘れてしまったかのように、今となってはおばのキルト制作を後押しできるかどうかという当初の目的は自分の中ではなくなっていて、もはや自分との戦い。完成させること自体が目標ではないけど、まず完成させないと何も始まらないというか、年齢を重ねるごとにいくら未完成の山を積み重ねてもダメなんだっていうのが本当にようやく分かってきた。今はこのキルトを部屋に飾りたいっていう気持ちだから、私はこのハートのキルトを完成させようと思います。未来のことは分からないけど、もしおばがいつかやっぱりキルト完成させたいってなった時に、何年か放置してても絶対に完成させられるから大丈夫って証明しておこうかな。お昼も食べたし、気分転換がてら勉強します。今年はスペイン語検定4級に挑戦したい。2023年12月の試験で5級に合格してから1年半、ドーリンゴと NHK 毎日スペイン語だけは続けているけど、現状維持が精一杯というか、現状維持できているかも非常に怪しい。スペイン語の優先度を上げていかないとダメだっていうのは分かっているけど、他にもやりたいことが多すぎてどうしても優先順位下げがちです。かといってキルト時間は削れないし難しいな。
ちら4月に古道具屋さんで一目惚れして買ったイタリアのヴィンテージチェアです。難ありということで私でも手が届くお値段だったので即決。色も形も醸し出す雰囲気も全部お気に入り。ただ難ありであることに変わりはなく、これ座面の裏側の補修が結構雑だったりとか、そのせいか座り心地がすっごく悪いんですよね。ふかふかしてなくて、木のフレームが直接足に当たる感じ。最初はもうディスプレイ専用でいい、欠点を補うだけの可愛さがこの子にはあると思って買ったんだけど、冷静に考えたらやっぱり椅子なんだから座れた方がいいよなと思って追加でクッションを購入しました。購入したのはベルメゾンのもちもちとした肌触りが気持ちいい丸型シートクッション。大きさがちょうど良かったのとお手頃価格だったのが決め手です。ただこれカバーがついていないので、レビューでもカバーがあれば洗えていいのにみたいな意見が多くて、そこだけちょっと迷ったんだけど、カバーないなら作ればいいかと思って買いました。自分で作れば椅子の雰囲気にも合わせられるしね。クッションの実寸は直径40センチくらいでした。個体差あるのかな。よし、押し入れいっぱいの永遠に断捨離できないであろう布の中から今回クッションカバーに使いたい布を選んできました。まず座面の色に近いワインレッドの布を2枚、あとはドット、英字柄、ストライプ、ポイントになるような柄布など、深緑の花柄なんかも混ぜつつ椅子の雰囲気に合うクッションカバーを目指します。それではストリップ布を作っていきます。まず布の耳やまっすぐでない部分をカットして最初のラインを切り揃えます。今回は5センチ幅でカット。どのくらいの量が必要かとか最初に計算するタイプではないので、とりあえず適当に切っていきます。足りなかったら追加できればいいし、余ったらまた別の作品作りに生かすの精神です。色のバランスを見ながら足りない色があれば追加していきましょう。カット完了です。座面の色に合わせて選んだ左側2種類ワインレッドの布を少し多めにカットしておきました。カットしたストリップ布をミシンでつないでいきます。パッチワークの縫い代は通常 7mm、 縫い代 7mm で縫える設定に変更します。布の表と表を合わせてひたすら縫います。待ち針、クリップは不要です。端がずれないようにしっかり押さえて確認しながら縫えば大丈夫。ミシンのダタ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 って音が好き。何かが出来上がる前の前奏曲。1本目縫えました。布幅いっぱい、結構長いです。こうやって広げるとすっごいワクワクしてくる。こんな感じでどんどんストリップ布をつなげていきます。どの布とどの布を組み合わせるかは自分次第。位置はまた後でシャッフルされるので、あまり悩まず適当に直感で。こんな感じで2枚の布をつないでいきますが、もしもどちらかが短い場合は短い方に合わせて長い方をカット。長い方の布の残りはまた別の布と組み合わせて縫うことで、どんどん組み合わせのパターンが増えて配色が豊かになっていきます。
うまく組み合わせられるような適当な長さの布がなければ、ここで新しい布をカットして追加しても面白いと思います。あと全然関係ないけど、このミシンが置いてある机の後ろの壁、フライングギースのタペストリーが出来上がったらここに飾るぞと思っていたのに、肝心のそのタペストリーが何年経っても出来上がらない。ハートのキルトが完成したら、次はフライングギースのキルトを完成させます。ここで一旦アイロンしていきます。縫い代を指でギューッと押さえてからアイロン。綺麗に作るためにはアイロンは必須だけど、面倒な作業であることには変わりはない。でもアイロン台の布を張り替えてからアイロンかけるとき、ちょっと気分上がります。アイロンかけるのあまり好きではないなという方に、アイロン台の布の張り替えおすすめです。というわけでアイロン完了しました。実際に椅子の上に並べてみて、イメージ通りになっているかの確認をします。この辺りから頭の中で完成図というかイメージがはっきりと出来上がってきます。先ほど縫い合わせたストリップ布を1,2,3,4,4枚がつながるようにさらに組み合わせて縫っていきます。ストリップ布が4枚つながりました。広げるとこんな感じ。かわいい。どんどん縫っていきます。ここで青みがかったピンクや紫地の花柄を足してみました。ここまでつながると色味の調整もしやすいですね。バランスを見ながらやっていきます。アイロンをかけた後、また5センチ幅でカットしていきます。ロータリーカッターは本当に便利。使っているのはオルファのセーフティーロータリーカッター L 型です。グリップを握った時だけ刃が出る安心設計なので、怖がりな自分でもガシガシ使えています。厚手のものもしっかり切れておすすめです。全部5センチ幅でカットできたら、いよいよ配置を決めていきます。同じ布が隣同士にならないように気をつける。あとは自分の感覚を信じて。ここはしっかり悩みます。パッチワークキルトで一番大切なのは配色。私のお師匠様の教えです。ストライプとか向きのある布を使った場合は、縦向き横向きが混ざるように並べると動きが出ていいなって思います。配置が決まればあとはつなげるだけ。少しずつでも着実に前に進んでいる。先ほどストリップ布をつなげた時と同じ縫い代幅で縫うのを忘れずに、同じ幅でカットし、同じ縫い代幅で縫うことで正四角形をつなげていくことができます。自分で作ってるから当然なんだけど、めちゃくちゃ好みな感じにできてる。クッションカバーのキルトトップ完成しました。5月7日水曜日、
朝です。お気づきの通り、今年のゴールデンウィークが終わってしまいました。今日からまた仕事です。さすがに1日でクッションカバーはできないと思ってた。とりあえず仕事に行きます。キルト合宿は延長戦に突入です。早く休日になれ。さて、実際には少し時間が空いてしまいましたが、キルト合宿延長戦5日目です。裏布、キルト綿、キルトトップを平らな場所でたるみが出ないように重ねます。3層に重ねる前に必ずキルトトップにアイロンをかけておくこと。しつけピンを使って3層を固定していきます。こういう作業を丁寧にやることで出来上がりが変わってくると信じてる。ミシンでキルティングしていきます。キルトラインはいろいろあるけれど、やっぱりシンプルに帽子に入れるのが好きです。布が一番綺麗に見える気がするから。ゴールデンウィークが終わって現実世界に戻ってきて、早くも次の長期休暇が待ちきれません。でも私は別に仕事が嫌いなわけではないので、ゴールデンウィークが終わって憂鬱になったりとかはないかも。私の場合、仕事が嫌いなんじゃなくて、休日に過ごす時間があまりにも好きすぎて、相対的に仕事の方が好きじゃないように感じているだけだと思う。下糸がなくなりそう。やばいですね。下糸がなくなって、下糸巻いたら上糸もつきました。買いに行くしかないか。糸を買いに出かけたはずが、他にもいろいろ買っている。不思議。カルディのビャンビャン麺見つけるとなんか買ってしまいます。今日中にはキルティングを終わらせたい。そして延長戦2日目をどこかで開催しなきゃと考え始めています。早く完成させて、椅子の上にクッションが置かれている姿が見たい。キルティング完了です。やったー。裏はこんな感じです。あと1日あればいける気がする。またまた日が空いてしまいましたが、合宿通算6日目です。クッションカバーの型紙を作っていきます。まずお伝えしておきますと、今回カバーの大きさは縫い代込みで直径44センチ、半径22センチとしています。私はカバーを作るときに、足りなかったら嫌だな、入らなかったら嫌だなと大きめに作る癖があって、最初に縫い代込み直径46センチで型紙を作りましたが、やっぱりちょっと大きかったです。クッションカバーはちょっとパンパンになってるくらいが可愛いんですよね。やっぱり分かってる。でも大きめに作っちゃう。最後にもう一度縫い直しました。毎回いろいろな失敗をしながら少しずつ成長していると思いたい。型紙ができたらキルト本体に移してカットしていきます。
丸くカットできたら背面用の布と中表に重ねます。ファスナーをつけなくても2枚の布を使ってクッションに仕立てることが可能です。まず1枚目、半月の形にカットした布を中表になるように置いて、次に2枚目、半月プラス5センチ長くした布を同じように重ねます。2枚の開け口部分が平行になるように注意。ちなみに開け口部分を三つ折りにして縫ってから型紙を置いて半月にカットすると楽です。間違いなく重ねたら周囲をクリップで固定していきます。あとは周囲をぐるりと縫っていくだけ。端から1センチのところを一周するように縫っていきます。いよいよ完成間近。もう出来上がりが楽しみすぎてめちゃくちゃワクワクしている。そして最後に端がほつれないようにかがり縫いをして完成です。できた。ちょっとひっくり返していきます。裏、ここからクッション入れます。ちょっともう入れてみよう。丸々クッションをグイッとしてこう端をきれいに寄せて、あ、できたかもしれない。できた。赤とピンクのクッションカバー完成です。表と裏から入れる。普段はこう隠しておく。めちゃくちゃ可愛い。ちょっと大満足です。There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. And there's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. There's a pattern in the chaos, a current in the sea. And there are times I wish I had a mountaintop and see the rhythm of it all. Every spring leads to a fall. And there's a heart